俺の名前は佐竹義人。不動産会社に勤めている28歳、独身のサラリーマンだ。俺はあまり仕事ができる方ではなく、いつも上司の勝野にいびられていた。ある日定時に仕事が終わり帰ろうとすると、勝野に呼び止められた。おい、こないだの企画書書き直しだ。え、またですか？まただよ。お前が無能なせいだ。もっと勉強しろ。わかりました。これは勝野の嫌がらせだろう。昨日競馬で負けたらしく、今日は特に機嫌が悪い。勝野は俺だけではなく、機嫌が悪いと誰でも部下をいびるようなやつだったので、同僚もみんな裏で勝野の悪口を言っていた。勝野はカバンを持って立ち上がった。ったく、無能な部下を持つと苦労するぜ。じゃあ俺は体調が良くないから先に帰る。企画書頼んだぞ。了解しました。勝野は全く体調が悪くなさそうな顔をしてニヤッと笑い、会社から出て行った。ああ、もう仕事したくないな。憂鬱な気持ちで俺はタイピングを始めた。1時間後、休憩しようとコーヒーを買ってきて飲んでいると、なぜだかふと絵を描きたくなった。書類のコピーを裏返して絵を描き始める。昔好きだった漫画の主人公だ。学生時代よく描いていたので、手が覚えていてスラスラと描ける。俺は昔から漫画が大好きだ。漫画家を目指していた時期もあったが、社会に出て仕事が忙しくなると全く描かなくなってしまい、いつしか諦めてしまった。久しぶりに絵を描き始めたら楽しくてつい没頭してしまう。はは、まだ全然俺の腕は衰えてないな。その時ハッとして時計を見た。やばい、もうこんな時間か。早く仕事しないと。焦って仕事に取り掛かる。結局終電間際の時間になってしまい、慌てて会社を出た。終わらなかった。明日も残業か。憂鬱な気持ちで電車に乗って家の近くの駅に降り立った。するとぐーっとお腹が鳴った。お腹すいたな。何か食べて帰ろう。そう思って歩いていると、前方からパジャマ姿のおばあさんが一人で歩いてくるのが見えた。おばあさんはなんだか困ったような表情で辺りをキョロキョロと見回している。もしかして痴呆症で家から抜け出して帰れなくなったのだろうか。俺は心配になり声をかけた。おばあさん、どうしたんですか？そんな格好で。するとおばあさんはとても驚いた顔で俺を見た。新一。そう言って俺の腕を掴んできた。どうしてこんなとこにいるんだい？早く家に帰ってきて。え？俺は義人ですよ。新一じゃないです。誰かと間違っているようだ。なんだ、違うのかい？新一、どこに行ったのかな？そう言ってまたおばあさんは歩き始めた。新一さんを探してるんですか？ご家族ですか？ああ、夫を探してるんだよ。今日は結婚記念日なのに帰ってこないんだ。そうだったんですか。でもこんな寒い中、パジャマで歩いてたら風邪ひきますよ。するとおでんのいい匂いがしてきた。近くにおでんの屋台がある。最近行ってないのだが、以前はよく行っていた。おでん食べたいな。そう思った瞬間、ぐーっと大きな音がした。それはおばあさんのお腹の音のようだった。おばあさんは恥ずかしそうな顔をする。おばあさん、お腹空いてますか？俺もお腹が空いちゃって。おでんでも食べませんか？おごりますよ。いいよ、そんな。そこの屋台本当に美味しいんですよ。知ってるよ。夫が好きでよく行ってたんだ。私も行ったことがある。そうだったんですか。じゃあ行きましょうよ。おばあさんは遠慮していたが、俺は無理やりおばあさんをおでん屋に連れて行った。俺はおでん屋のおっちゃんに声をかけた。おっちゃん、久しぶり。おー、兄ちゃん、いらっしゃい。久しぶりだね。俺はおばあさんに声をかけた。おでん好きなの頼んでいいですよ。わあ、おいしそう。おばあさんの目が輝いた。大根、はんぺん、ちくわ、卵、こんにゃく。おいしそうなおでんが並んでいる。じゃあ、卵とこんにゃくで。僕はさつま揚げと大根、鶏つくねで。了解。
屋台のおっちゃんがささっとよそって俺たちの前に置いてくれた。夫婦言いながら熱いおでんを食べ始める。寒さで冷え切っていた体が温かくなってきた。ここのおでんは本当にいつも美味しいな。お、そう言ってくれると嬉しいね。するとおっちゃんがこんな質問をしてきた。そういえば転職の話どうなったの？ああ、それが結局まだしてないんですよね。俺はうつむきがちにそう答えた。以前来た時におっちゃんに仕事の相談をしたことがあったのだ。上司にいつも嫌がらせをされていること、そして仕事も自分に合っていないので辞めたいことを話していた。その時は転職したいと思いつつも、なかなかその勇気が出ないでいた。今も結局変わらないままだ。すると黙って俺たちのやりとりを聞いていたおばあさんが急に喋った。一度きりの人生、やりたいことをやりなさい。急に力強い口調で言われて、俺はびっくりした。その言葉を聞いて諦めてしまった漫画のことが頭をよぎる。諦めた理由は忙しいからというだけではなかった。本当は漫画を描きたいんですけど、でも僕自信なくて、やらないと一生後悔するわよ。おばあさんは力強い目で俺を見てそう言った。さっきまでとても不安げで頼りなく見えたおばあさんなのだが、急に人が変わったようだった。あなた本当に若い時の新一そっくりだわ。新一も転職したくて悩んでたわね。でも結局転職して成功したのよ。だからあなたもきっと大丈夫。そう言っておばあさんは俺の背中をバシッと叩いた。ありがとうございます。おばあさんはニコッと笑った。俺はおでんを食べ終わってからおばあさんを近くの交番まで連れて行った。交番に着くと警官がおばあさんに名前を聞く。松永千代です。ああ、さっき息子さんが来てましたよ。呼んできますね。おばあさんの息子さんがすでに来ていたようだ。奥から眼鏡をかけた中年男性が出てきて、俺に頭を下げた。母を連れてきていただき本当にありがとうございました。いえいえ、私は当然のことをしたまでです。本当にすみません。おばあちゃんボケちゃってて、急にいなくなって大変だったんです。そうなんですね。なんか旦那さんを探してたみたいです。結婚記念日なのに帰ってこないって探してましたよ。最初、俺を旦那さんと勘違いしてたみたいです。すると息子さんは、俺を部屋の隅に呼んで、小さな声でささやく。お父さんはもう亡くなってるんです。それが20年前の両親の結婚記念日で、帰り道で事故に遭ってしまったんです。なんと千代さんの夫は亡くなっていたのだ。千代さんは今でも亡くなった夫が生きていると思っていて、家で帰りを待っていたり、夫のために料理を作ったりすることがあるらしい。本当にありがとうございました。助かりました。これ、ささやかですがお礼です。急に茶色い封筒を渡された。中を見ると2万円が入っている。こんなのいいです。俺は封筒を返そうとしたが、無理やり渡してきた。もらってください。あと、またもし迷子のお母さんをこの辺りで見かけたら連絡もらえますか？はい、わかりました。ありがとうございます。それから俺たちは連絡先を交換した。息子さんはおばあさんを車に乗せて去っていった。俺は次の日からいつも通りにまた会社に行き、勝つのにいびられ、変わらない毎日を過ごしていた。転職したい気持ちはあったが、帰ったら疲れてすぐに寝てしまい、休日も寝てしまう。全く転職活動をする余裕がないまま月日が流れた。そんなある日、ついに俺は職場で倒れてしまった。書類をコピーしようと立ち上がった瞬間、立ちくらみがして、そのまま気絶してしまったのだ。周りの人たちがすぐに救急車を呼んでくれて、俺は病院に運ばれた。俺は過労と診断され、しばらく仕事を休むようにと言われた。会社の同僚は俺のことを心配して見舞いに来てくれた。同僚たちの励ましの言葉は本当に嬉しい。辛いことが多いけど、みんなのために早く治して職場に戻らないとな。入院しているうちに体調は少しずつ回復していった。しかし入院してから2週間経った頃だった。突然病室にスーツ姿の男が入ってきた。
その顔を見て俺は驚く。なんとあの忌まわしい上司、勝野だったのだ。部長、なんでここに？すると勝野は不敵な笑みを浮かべてこう言った。なに、仕事で近くに行く用事があったからな。お前が早く職場に戻るように説教しに来てやったんだ。こんなとこでいつまでサボってる気だ？早く仕事をしろ。そんな、無理に決まってるじゃないですか。まさか病院まで来てそんなことを言うなんて。やっぱりこいつは頭がおかしい。俺は勝野のヤバさを身に染みて感じた。言い訳は無用だ。みんなに迷惑をかけて悪いと思ってないのか？それは悪いと思ってますけど。いや、思ってないだろう。俺は偶然見たんだ。お前が駅近の本屋で転職雑誌を見ているの。え？なんと見られていたのか。責任を放棄して転職しようなんて許さんぞ。それにお前みたいな無能なやつ、他で雇ってくれるやつなんて誰もいないぞ。黙っていると勝野は俺の腕を引っ張ってきた。ほら、佐竹義人、早く動け。やめてください。なんだと？もう使えないのならお前なんてクビだ。どうせ大した仕事ができないクズ社員だからな。お前なんて一生年収300万円を超えることはないだろう。そう言って勝野は俺をまた引っ張った。なんで俺はこんな上司に当たってしまったのだろう。勝野の腕を必死で振り払おうとした。俺はもう泣きそうだった。すると突然隣のベッドのカーテンからきれいな和服姿の女性がひょっこり顔を出す。そしてにっこりと笑いながらこう言った。では、年収5000万でいかがでしょう。え？突然の予期せぬ出来事に、俺も勝野もポカンとしてしまった。うちの会社で働けばそれくらい出しますよ。一体、どういう会社なんでしょうか。この人は一体何者なんだろう。すると彼女は俺たちの前にすっと名刺を差し出す。松永しおり。その名前の隣には見たことがある会社名が載っていた。あの有名な呉服屋の社長さん？名刺に載っていたのは地元では有名な高級呉服屋の名前。すると彼女は急に俺の前で深く礼をしてこう言った。佐竹さん、先日は母を助けてくれて本当にありがとうございました。え？俺は思わず隣のベッドの方を見た。するとそこにいたのは半年前一緒におでん屋に行ったあの千代さんだったのだ。千代さん。新一、あなた入院してたの？また俺を旦那さんと間違えているようだった。なんとまさか隣にいたなんて。いつもカーテンを引いているので気がつかなかった。驚いたわ。カーテンの隙間が少し開いていたからちょっと覗いてみたらあなたがいるなんて。お母さん、この人は違うわよ。佐竹義人さん。こないだお母さんのことを交番に連れて行ってくれた人。そんなことがあったの？いやー、それにしてもあなた、新一に似てるね。俺、用事思い出したから帰るわ。状況を察した勝野は逃げるように帰っていった。何ですかあの人。本当にひどい上司ですね。助けてくださってありがとうございます。そんな、お互い様じゃないですか。そう言ってしおりさんはにっこり笑った。で、どうですか転職の話。嘘じゃないんですか？嘘じゃないですよ。年収5000万円の仕事をぜひお願いしたいんです。年収5000万の仕事とは、しおりさんの右腕的存在だった人が辞めてしまったので、協力してほしいとのことだった。あまりに高額だと思ったが、それぐらい大変な仕事らしい。こんなにいい話、なかなかないだろう。俺はすごくラッキーな男だと思った。しかし俺の脳裏に途中で書くのをやめてしまった漫画が浮かんできた。でも俺、やりたいことがあるんです。漫画家になりたいんです。するとしおりさんは少し驚いた顔をして、それから落ち着いた声で答えた。やりたいことがあるって素敵ですね。私はバレリーナの夢を諦めて、母の仕事を継ぐことにしました。今ではとても和服が好きだし、この仕事をやってよかったと思ってます。
母はもうボケてはいるけど、着物のことは本当に詳しくて、今でも一緒に仕事したりするんですよ。千代さんとしおりさんは顔を合わせて微笑み合った。こんな親子の関係はすごく素敵だなと思い、心が温かくなった。1ヶ月後、俺は無事に退院して会社に出勤。すると勝野の姿がない。あれ、部長は？辞めたよ。というか、辞めさせられたんだ。どうして？お前のおかげでもあるし、みんなで署名もしたからな。同僚の話によると、俺が勤めている会社の取引先が、たまたましおりさんの呉服屋だったそうだ。しおりさんは俺の会社の社長や社員に、勝野が俺に過酷な労働を強いていたことが原因で、俺が入院したことを告げる。すると会社中に勝野の悪い噂が一気に広まったらしい。もともと職場でいびられていた部下たちが、俺も被害に遭っていた、体調を崩した、などとみんな立ち上がり、署名を提出。そして勝野はクビになった。勝野ももういい年で、大した実績もないため、転職先がなかなか見つからず、アルバイトで食いつないでいるらしい。それから俺はもっと早く帰れるようになり、土日祝日もしっかり休めるようになった。時間にゆとりができ、大好きな漫画をもう一度描けるようになる。数年後、とある少年漫画雑誌のオーディションに応募したら、まさかのグランプリを受賞。俺の漫画が掲載されることになった。作品内容は未来の感情を持ったロボットが主人公の SF 系の漫画だ。松永さん親子もいつも読んでくれているらしい。千代さんはすぐに内容を忘れてしまうそうだが、現在は会社も辞め、漫画家だけで収入を得ている。諦めずにもう一度夢にチャレンジして本当に良かった。今度の作品は松永さん親子をモデルにしたキャラクターを描いてみようと思いつき、今日はしおりさんの和服屋に見学に来てみた。俺は店内にある美しい着物の絵柄の数々を見て感動した。すごいですね。美しい着物ばかりだ。ありがとうございます。いつも母と一緒に選んでるんですよ。そう言ってしおりさんはにっこりと笑った。なんだかとてもいい作品が描けそうだ。